おはいえなし。この動画は名調バージョン 3.1 雪に抱かれた君への超責任務第3章第3幕旅立つ星のネタバレあり感想動画です。まずは結論から。すいませんでした。黒ゲームズ様、前回ディスってしまい大変申し訳ありませんでした。めっちゃくちゃ面白かったです。全部俺が悪い。ただ石を私に投げる前にこれだけは主張させてください。黒毛も大概だろ。エイメスが消えたっぴー、僕に任せるっぴー。とことこむむむ。この中からエイメスの気配を感じるっぴー。ご会長、あ、ごめんっぴー、エイメスじゃなくてエイメスだったっぴー。うるせえ。長責任務お疲れ。ほら制服好きんだぞ、喜べよ。クソが制服一番見せたい人もういないやんけ。よくもまあこんなひどすぎるスキン配布タイミング思いつくわ。天才。いやおかしいと思ったんだよ。そもそもバージョン 3.0 で配りゃいいじゃん制服で。まだそこで配らず引っ張るのはわかるんだけど、今回の冒頭で配布しないのが意味不明すぎたんですよね。しかもエイメスが早々に制服について言及したのに、いや制服着させろよってタイミングストーリー中にたくさんあったのに、なんで最後まで配布引っ張るんだろうって。最初予告配信でひょうちゃんの制服スキン見た時は、ああ超責任務中に衣替えしてトゥッ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 って言いながら学園生活気分にちょろっと浸る感じなんだろうなって思ってたんですが、まさかこんなスキンとその提供タイミング一つに感情破壊されるとは思いませんでした。うますぎる。そして一体誰が予想できたのか。この制服のひょうちゃんにまつわる属性が解説でもなく起動でもなく消滅でもなくシングルマザーであることに好きすぎる。そもそもこのビジュアルがかなり好きで、ひょうちゃんようやく露出低めの服もらえてよかったねって性欲の権下である私が珍しくキャラの露出下がって喜んでたんですけど、まさかここに育児に悪戦苦闘しながら故郷が恋しくなってる限界シングルマザー属性が入ってくると思わなくて、元来の超然的な人格とのギャップも相まってめちゃくちゃエッチだと思いました。まあ冗談はさておいて、気丈に振る舞うひょうちゃんを優しく受け止めるロリエイメスのこのシーンは感極まりました。ていうか配信してなかったら絶対泣いてました。なぜそう言えるかというと、今上野のサンマルクカフェでこの動画の原稿書いてるんですが、このシーンの録画見て泣きそうになってるからです。特にここのシーンがマジで好きで、エイメスに話しかけるというよりもう自分に対して言い聞かせるようにして泣くのをこらえてるひょうちゃんを見て、ひょうちゃんがこらえてるのに俺が泣くわけにはいかないって心の底から没入してこのシーン見てました。てか毎回言ってごめん、今回演出すごすぎる。私名調についてはちょいちょいストーリーには文句言いながらも、グラとかモーションとかカメラワークとかそういう演出面についてはカンストしてる認識でいて、逆に言うとこれ以上名調で演出周りで感動することはないんじゃないかと思ってたんですね。現にバージョン 3.0 の輪廻の変態モーションなり、モーニエ編のボイドワームとのドンパチなり、今回も雪崩から脱出するところとかありましたけど、まあというか、いや十分すごいんだけど、ただ名調から美味しいもんもらいすぎて麻痺しつつあったのも事実なんで、そのはずなのになぜ今回またバカの一つ覚えに演出すごすぎるっていう感想が出てくるのか、誰か言語化してほしい。繊細濃密高くキャラの仕草とか表情で何百語らせるのか。悲しまないで。5分のカットシーンにどれだけ突っ込むのか。特にみんなと一緒にいたい、これからもという神セリフ。みんなと一緒にいたい、これからも。もうそうなんだけど、それに至るまでの5分間がマジでヤバすぎる。あと物量だけじゃなくて引き出しの多さ。ユーノの超責任務の時だったかになんかものすごい平成味を感じる演出があって、これそのものの好みは別として、こういういろんな見せ方をしようとしてるっていう姿勢が私めっちゃ好きなんですけど、なんか今回も名調内の中ではあんまり見たことない演出がちらほらあって、たびたび動画でも紹介してますけど、開発スタッフがインタビューで語ってた限界を超えるだったかコンフォートゾーンから出るだったか、そのあたりの理念を作品に感じました。でもそういう演出面だけじゃなくて、今回はプロストーリーもほんと良かった。まず何と言ってもいい意味で裏切られました。生地序盤がいつもの入り方っていうか、あ、ルシラー学園長に呼ばれた、生活指導した始まっちゃうよケーみたいないつもの楽しみ方してたんで、今回もロードムービーを想定してたんですよね。で一応名調のストーリーあるあるとして、ひょうちゃんの独悪パートであれってどうなんだろうって引っかかったところ、大体後でめっちゃ大事になるんで、今回で言うと私たちとの出会いはとか、デジタルゴーストになってから何してたとか、なぜシギルムに力奪われたってところ
ころ気にしつつ、あともともとひょうちゃんとエクソストライダーが何らかのつながりがとか言われてたから、まあひょうちゃんが過去エイメスを助けたとか、あるいはその逆かとかで忘れててごめんね的な、プローバの時みたくひょうちゃん罪深いねみたいな、そういうレベルの期待感だったんですけど、エイメス助けたどころか親子だったし、エイメスだけじゃなくてひょうちゃんの掘り下げ始まったし、結末がデジタルゴースト維持オア実体化のどっちに触れるかでハラハラしてたら、他人にも認識できるゴーストならばそれは生きてるって言っても同然だね、よかったねからの完全消失。そしてあまりにもしんどい呪文の後にひょうちゃんお得意の独善ムーブを決めて大勝利を予感させるカメラワークからの大敗北。これまでの名調の感じとか事前の PV から想像していた展開と全然違ったし、走ってる間もバタバタひっくり返って最後まで結末読めなかったし、いつもの倍のボリュームとは思えないぐらい時間忘れてのめり込みました。でもそういう裏切りの展開ってちょっとでも道中が雑だとただただ驚かせようとしてるだけやんけみたいに軽薄に感じちゃうんで、脚本難しいと思うんですけど、今回その道中もほんと丁寧でしたよね。このビターエンドに対して好き嫌いが出るっていうのはわかるんですけど、丁寧さっていう意味では間違いなく過去最高だと思うんだよな。急だなーとか、そうかって感じたとこが全然なくて、例えばエイメスのこじらせっぷりも、やっぱピンク髪は信用ならんなって思ったんですけど、それは冗談で、あんな多感な時期にママの悩みに触れるだけ触れてママ消えて、自分が死んだ後ママのボス別にママに帰ってきてほしいとなんてみじんも思ってないこと知って、誰にも認識されずうん十年過ごしてたらそれああなるわって。最初行動でエイメスが学生に挨拶してた時、さすがに精神強靭すぎんってちょっと引っかかってたんですが、強靭っていうか強靭だったっていう。他人は救おうとするのにその過程ですぐ自己犠牲に走るとことか、ひょうちゃんの娘ってエイメスの言動全部納得できるんですよね。だからキャラに尊みを感じる。もうほんと超責任務やる前日の配信のサムネとか今見ると死ね以外の感想出てこないですね。言動が納得できるという意味だとひょうちゃんも同じで、親子関係が判明した後のひょうちゃんのどうして教えてくれなかったのって言葉が私はめちゃくちゃ好きで、エイメスからそんなこと言えるわけねえだろって思いつつも、でも今のひょうちゃんなら思わずそう言っちゃうよなって納得できるからこそ見ていて痛々しくて、佐藤さとみさん、田中みな実さん両名の名演も相まってのめり込みました。次は何を言おうかな。前一緒に住んでた家に寄っていかない？あなたのおかげで優等生になったようっかり死んじゃってごめんねとか。エイメスの演技の良さは言うまでもないんですけど、私はシングルマザーひょうちゃんの今より人間性が強めに出てる声色も好きでした。またスノーフラッフシールをいじめてきたの？今じゃエイメスの姿を見ただけで逃げていくじゃない。声優すげえ。だとしてもひょうちゃんこれで記憶失った理由しょうもなかったらマジでソラリス中の女から引きずり回されろって思いますけどね。パッチ内の伏線回収もパッチ外の伏線回収もこんなに綺麗に決めてくると思いませんでした。あと脚本が丁寧なのもそうだし、すげえわかりやすかった。ここは人によっては物足りなさが出てくるとこかもしれませんけど、読解力がない私には助かりました。そもそも専門知識がそんなにいらなかったのと、全体的に説明的だった気がする。今回ってそれこそ冒頭のスケベ学園長のいけないレッスンで勉強した昔話さえ頭に入ってれば大体 OK だし、ひょうちゃんのここのセリフとかエイメスのこの辺りのセリフとか丁寧で、私が最近似た結末を迎えたオンパロスで頭の体操してたってのもあるのかもしれませんけど、そんなポカーンせずに読み進められてよかったです。そんな曲折もあって迎える結末ももう最高。明らかに寵愛を受けてるキャラがヒット夢に合う苦い展開が単純に私の好みってのもあるんですけど、もう一個最高だと思ってるのが今回黒毛修羅の道を選んでくれたと思ってるんですよね。だってこの先いつものような感じで超責任務やるとするじゃん。次のリュウク先生でもいいけど、リュウク先生の辛い過去を知って強敵討伐して打ち解けるみたいないつもの感じ、それやったらどう思います？いや早くエイメスなんとかしろよって思っちゃいません？私絶対思っちゃいます。もっとやることあるやろって。だから本当だったら今回も行動で妙に解像度の高いオタクを見ながら授業参観してハッピーエンドした方が今後の超責任務作る上では楽だったと思うんですよ。今回別にそれ抜きにしてもアレフ1どうすんねんとかひょうちゃんの創造主なんやねん絶対許せねえみたいな十分な引きあったし、でもおそらく複数のチームが並走している中で今後数パッチにわたって影響しうる軽視できない課題を残して、これまでとは明確に異なるテイストの結末を選んでくれたことが個人的にめっちゃ嬉しかったです。話の単品で言った時の好き加減で言うとフローバ界も肩並べるんですけど、あっちは綺麗に完結した感じがするんで、今後に向けてのワクワク感ってとこまで言うと私はフローバ界を超えました。でユーノの時みたく今消えました、3週間後戻りました、じゃ済まないでしょ今回。まさかひょうちゃんがガチの家なしだとは思わなかったんですが、そういう超人的な存在、実はちっぽけな演者の一人、上位存在に反逆という展開、ベタながらめちゃくちゃ好きなんで、そういう感じに進んだら嬉しいなと思ってます。で
ちょっと反省したことがあって、いい加減私はもう少し黒毛を信じなきゃダメだと思いました。前回ディスってごめんなさいってサムネでも冒頭でも黒毛に土下座しましたけど、こんなこと言ったら反感買うかもしれませんけど、別に長責任務の一幕単位にピーピー文句言うこと自体は今でもあんま悪いと思ってなくて、だって自分は事実として合わなかったし、それに 3.0 のシナリオがいまいちと感じて離脱しちゃった方は私は何人も知ってるので、やっぱり微妙解は作らないに越したことはないと思います。ただ一言余計だったなと思っていて、あの時バージョン 3.0 のストーリー単品についてどうこう言うだけじゃなくて、この先不安だな的な、黒毛分かってんのか的な思いも抱いちゃったんですよね。今回作品を通じて黒毛から分かってるわって顔面殴られた気分でした。っていうか黒毛は分かってるってことをバージョン 2.7 で私は一度知ったよなと。私はバージョン 2.5 がバリ好みで 2.6 がそんな合わなかったんですけど、 2.7 をプレイして、あ、黒毛はガチったら超特大ホームラン打ってくれるし、そうじゃない回の時は控えめのスイングしてくるから、100、100、100のストーリーが来るっていうか、70、75億のストーリーが来る感じなんだなってことをあの時認識したはずなのに、 3.0 が合わなかった時に黒毛は定期的に大爆発するっていう信頼が薄らいじゃったなと。これは良くなかったと思いました。だから次のリュウクが超短い回で、次なんか知らんけどルシラー学園長が超エロエロ回で、次のシグリカが超空気回でも、単品で文句言うことはあっても、今度こそ中長期的には黒毛を信じる気持ちを持ち続けようと思った次第でした。終わり。悪かった点？なし。ロリエイメスからベリーナの声が聞こえた気がするけど、もういいでしょ今回は。行きますよ。終わり。実を言うと前回の面言配信で言ったんですが、最近名調のモチベーションどう維持しようって課題だったんですよね。私も始めてからそろそろ1年で新キャラ出る、引く、厳選、等とか廃墟とかっていうサイクルが安定し始めてきている中で、ファイナルファンタジー14の私知ってる方はおなじみでしょうけど、周回コンテンツが苦手なのもあって、だから前向きにゲーム続けていくためにはやっぱストーリーにシンクロしてこの先どうなっちまうんだっていう気持ちがないと結構しんどいな、バージョン 3.1 で向き合い方決まってくるなって思ってたんですが、モチベ爆上がりしました。なので今後もう少し動画配信ともに関与度上げて楽しもうかなと思ってますので、一緒に黒毛を信じる道を歩んでくれる方、ぜひチャンネル登録お願いします。宣伝。世界一わかりやすいエイメスの使い方動画公開中。進撃共和インターフェア聖爆トレースはっていう方、ぜひご視聴ください。皆さんの今回の長責任務の好きポイント、もちろん合わないポイントでも結構です。ぜひコメントください。おつゆなし。おまけ1分。